電子書籍、紙の本、日本の小説を読むときにどっちを使えばいいのでしょうか。パッと見電子書籍の方がいろいろ調べやすいし、これでいいんじゃないと思う人が多いかもしれません。ちなみにこんにちは、ペドロと申します。15年以上日本語を独学してて、12年以上日本に住んでます。この動画ではそれぞれのレベルに合わせて電子書籍か紙の本かどっちをつけばいいかについて話をしたいと思います。まずは上級者。上級者はこのような本を苦労なく読めるのが前提なんですよね。そうじゃないと上級者とは呼べないとは僕は思います。なので小説は読めるということで Kindle でもいいですし、紙の本でもいいと思います。どっちでもいい。それはその人の好みによる。ただ経験にもよるだと思います。ページを読んでわからない単語とかが出てきたとしても、別にそれを無視しても文脈から何が書いているかを理解できれば、それは上級者であって、それはもう電子書籍でも普通の紙の本でも違いがそんなにないと僕は思いますね。自分が紙の本を読むときにね、希望の糸という本をこの間読んだんですけど、これ見えるかわからないけど、それぞれのページにちょっと気になった単語を電子書籍じゃなかったから自分でここにメモして、どのページにこういう言葉がありましたみたいな。でそれで後で気になったら調べられるし、今もう暗記もしてないから、その記憶をたどるための道具でもあります。次は中級者。中級者はね、一番難しい立場にいる人たちなんですよね。その言語学習の中で。だってその上級者と初心者の狭間にいるんじゃないですか。それが初心者でもないのに上級者みたいにその言語を自由に使いこなせるわけでもないっていうすごい難しい立場です。そういう人たちには絶対電子書籍がおすすめです。そういう人たちはね、知らないことがまだ多いのに日本のコンテンツを楽しみたいじゃないですか。そういう人たちには電子書籍の方が優しくて勉強しやすいと思います。例えば最近この本読んでたんですけど、東野圭吾さんの容疑者 X の献身。電子書籍使ったことない人は、例えばすごい簡単、ここに自転車という言葉をこうすると日本語の辞書を使ってるんですけど、ここにね、それだけですぐ定義が出てきて、自分がこれを読んだら、その言葉の意味がわかるので調べやすいです。なので中級者で本を読みたい人にとってはかけがえのない存在だと僕は思います。昔の人はどうしてたんだろうねと思うぐらい便利なんです。では最後に初心者。正直に言わせてもらうと、初心者って本を読めないんですよね。読まない。その人たちにとって本は日本語の小説は夢の世界であって、本を読むことはできません。まだできません。そういう人たちには、意外と電子書籍よりは紙の本がおすすめです。このように。なぜかというと、それはモチベーションのためです。その実現させたい夢、いつかこの本を読みたいと思ってる夢のモチベーションのために、こういう本をできるだけいっぱい持った方がいいと思います。それは本に触れる機会にもなって、ぜひ自分の生活に日本語の本、日本語の小説を取り入れてみてください。でもそれは何の意味もないんじゃん。本読まないんだったら持たなくてもいいんじゃないと思う人が多いと思いますが、それは意味はあって、それはイマージョンのためです。言語を学習している人は必ず聞く言葉であるんですよね、イマージョンって。それはとても大切なことではあるんですが、特に初心者って仕事以外、学校以外で全部日本語でやろうと思えば、それは正直辛いんじゃないですか。自分もそんな感じね。自分もイマージョンを100%、できるだけ100%に近い
状態でイマジンしたかったんですけど、正直それは辛い。それでも100% 集中してずーっと日本語の世界で生きていけるわけじゃないじゃないですか。その全く日本語わからずに。なのでそういう時にちょっと疲れたな、でも日本語のイマジンを続けたいと思った時に、こういう本とかはすごく役に立つと思います。本当に目的もなく本を読んだりしてんじゃなくて、本をちょっとこう閲覧したりして適当なページをちょっと見るだけで、それは日本語に触れてる機会、小説に触れてる機会であって復習の機会にもなりますね。本当に初心者だったらカナの復習にもなりますし、カタカナとかひらがなとかでもうちょっと勉強してきてたら、そのね今まで勉強してきた文法とか日本語の文章の構造の復習とか、その本を読まない前提で言ってるんですけど、そろそろ本を読みたい、本を最初から最後までゆっくりでも読み始めたいと思った時に、それはあなた中級者に近づいている兆しです。そういうふうに思い始めたら、それはこういう本ではなくて Kindle とかで始めた方がいいと思います。で、今持ってる紙の本は将来上級者になってから読めるので焦ることはないと思います。日本の小説、何を読んだらいいかわからない、どのような小説があるのも知らない人には、この動画では昔読んだ小説を少し解析して出てくる面白い日本語も少しだけ説明してます。よかったらぜひこの動画も見てみてください。ではまた機会でお会いしましょう。さようなら。